ほーれ餌だぞクラッシャー加藤。いててててて、そうつっつくなよ。まったくしょうがねえな。ラク様、楽しそうなところ申し訳ないのですが、その鶏絶対本気でつっついているかと。知ってる。あんまりこいつらに好かれてねえの俺も分かってるから。っていうか本当に飼育係の仕事を手伝ってもらっていいのか？今日は千棘も小野寺も来られないから一緒にやってくれるのは助かるけど、お前確か動物苦手だったろ。大丈夫ですよ。前にも一度お手伝いしたことありますし、それにこんなチャンスなかなかありませんから。チャンス？ラク様と2人になれる大チャンスです。実はもう踊り出したいくらいの気分ですわ。そうか。少し顔が赤いですよ。ラク様も意識はしてくれるんですね。うるせえ、いいから早く終わらせるぞ。はい、私にお任せ。ラク様、こちらの皆さんいつもこんなにたけだけしくいらっしゃいましたっけ？そうだな、今日は立花がいる分多少そわそわしてる気もするけど、まあ大体こんなもんだな。そうですか。割と好戦的ですわね。怖かったら無理しなくていいぞ。見くびらないでくださいな。この方々もラク様にとって家族同然ならば、私にとっても大切な家族。家族が怖いなんてことはありません。さあ皆さん、私に飼育されなさい。元気があって大変よろしいですわ。立花、笑顔が引きつってるし足も震えてるぞ。大丈夫か？もちのろんですわ。ではラク様、私お水を汲んでまいりますね。よろしく頼む。ついでにちょっと休憩してこい。はい、それでは少しだけお言葉に甘えさせていただきますわね。では。ったく無茶しやがって。まあそういうなけなげな娘ではないか。確かにおかげで今日は助かったけどな。っておたま、なんでこんなところに？良き線香を目指すためにもテレビばかり見ていてはいかんと思っての。良き線香？なんだそれ。ああ、気にするな、こっちの話じゃ。ともかく家にこもってばかりではいかんと思うての。社会見学というものをしに来たのじゃ。偉いじゃろ。頼むからうちでおとなしくしててくれよ。良いではないか、誰に迷惑がかかるでもなし。お主ター君と申すか。え、お前動物が何言ってるのか分かんのか？当たり前じゃ。お主分からんで飼育なぞしとるのか？へえ、そりゃすげえや。やっぱお前妖怪なんだな。じゃあさ、ここの生活に満足かとか、してほしいことはないかとか聞いてもらえるか？やっぱいいかも。ちょっと不安になってきた。小心者め。
構わぬよ。いなり寿司1個につき質問1つ聞いてやろう。現金だな。まあいいや、なんて言われるかちょっと怖いけど、とりあえずここの生活に満足か聞いてもらえるか。はい、わかった。シャーシャー。なんだって。シャーシャー。ふしゃ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 。シャー。もぎー。シャ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 。シャ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 
おい、何お前ヒートアップしてんの？こやつ、わらわをただの子供と思ってバカにしておる。貴様もか。生意気な動物どもじゃ。わらわの力を思い知らせてくれる。ああ、こら、あんまりそいつらに近づくな。危ねえぞ。陽子であるわらわが動物ごときに怯えるものか。ラクはそこで見ておれ。わらわのかっこいい姿とくと見せてやるぞ。いくぞ、ちえーい。おやこれ何をする。耳をかむな。足に巻きつくでない。ああ、言わんこっちゃない。こやつら完全にわらわを舐めておる。このアホマヌケオタクだす。おお、なんだ？うるせえ。頭がかち割れそうだ。お前ら待て。勝手に小屋から出るな。つうか、なんで鍵開けられるの？待てー。大変だ。おお、どうやらわらわの力に恐れをなしてみんな逃げてしまったようじゃのう。やはりわらわは偉大な陽子じゃ。偉そうに胸を張ってる場合か。早くみんなを連れ戻さないと大騒ぎになっちまう。お前も手伝え、おたま。お、そろそろ夕方のアニメが始まる時間じゃ。わらわは帰るぞ。ちょ、ではなあ、ラク、今日の夕飯も楽しみにしておるからの。おたま。くそ、なんて迷惑なやつなんだ。リナリに唐辛子仕込むぞ、この野郎。しかしこの状況、俺一人でどうにかするしかねえのか。おお、立花、いいところに。今動物たちの尋常ならざる叫びが聞こえたのですけど、大変。檻が全部もぬけの殻ではないですか。そうなんだ。悪いが即刻回収を手伝ってくれ。荒ぶる動物たちを私がですか。頼む、俺の力になってくれ。お前だけが頼りなんだ。なんて力強い視線。その澄んだ瞳につい引き込まれてしまいそう。そんな目で見つめられたら私。こっちは結構必死なだけなんだが。わかりましたわ。この立花まりか、ラク様のために全力を尽くします。
見つけたぞ、エーデルワイス桜子。俺を見た途端に逃げ出しやがった。ちょっとへこむぜ。ラク様、ここは私にお任せください。気をつけろ、エーデルワイス桜子はどんな隙間にも入り込むからな。そーっと近寄らないと逃げられちまうぞ。私とラク様の愛に隙なんてありませんわ。何の話だよ。今ですわ。桜子さん、おとなしくお縄につきなさお、うまい。なんで鶏がこんなところに。クラッシャー加藤、落ち着け、俺だ。闘争心丸出しかよ。い。私が参りましょすまん立花、任せた。う。ラク様のためなら何だってしますわ。すげえな立花、どんどん捕まえちまって。見直しまして。ああ、見直したぜ。さすがは無敵の特攻力。ラク様に褒められてしまいましたわ。で、あと何匹ですか？次で最後の一匹だ。ほら、木の裏に隠れてるだろ。ここからではよく姿が見えませんわね。ですが、ここも私があっという間に捕まえてみせますわ。大丈夫か？俺が言うのもなんだが、最後の相手はかなり厄介だぞ。どんな方が相手でもラク様の信頼を得た私の敵ではありませんわ。さあ出てらっしゃいな。マルガリータと佐藤だ。マルガリータさん、姿をお見せなさい。頼む、マルガリータと佐藤、戻ってきてくれ。ラク様、一応確認しておきますが、あの方は何ですか？何ってワニのマルガリータと佐藤だ。ああ見えて普段は温厚なレディーなんだぞ。なんで学校の飼育場にワニがいるんですか？捨てられてたら放っておけねえだろうが。ワニが捨てられているってどんな状況ですか？ダメだ、完全に怒ってやがる。下手に近づいたら食われちまったりするかもしれねえな。ですが、このまま放っておくわけにもいきませんものね。何か作戦とかあの方の弱点はないのですか？マルガリータの弱点か。それなら背中をさすってやれば気持ちよくなっておとなしくなるはずだ。わかりました。ラク様の頭脳と私の勇気で見事事件を解決させましょう。ラク様のためと思えばワニさん程度怖くなんかありません。覚悟なさい、マルガリータさん。やっぱり無理ですわ。こっちに来んで。やべえ、このままじゃ立花が。どうすやいい。立花、一人で無茶すんな。協力して背中を押さえるぞ。行くぞ、せーの。おとなしくせんね。最後はさすがに死ぬかと思ったな。
生きているのが不思議なくらいですわ。ですがなんとか全員を小屋に連れ戻すことができましたね。ああ、マジで助かったよ橘。お前がいてくれてよかった。そんな、私はラク様が喜んでくれるならどんなことだってしますよ。できれば今日みたいなことは避けたいですけど。ああ、本当に悪かった。謝らないでください。これでもラク様のお役に立てて嬉しいんですから。そうだな、ここは謝るより礼だな。ありがとな橘。どういたしまして。そんじゃあ飼育係の仕事も終わったし、今日はもう帰ろうぜ。さすがにクタクタだ。そうですね。あら、どうした？急に座り込んで。ほっとしたせいか腰が抜けてしまいました。おいおい、大丈夫かよ。仕方ありませんわね。本当はラク様と一緒に帰りたかったのですが。本田。はい。出た。車を出してちょうだい。わかりました。すぐにこちらにつけますのでしばらくお待ちください。あの人どこにでも現れるんだな。ええ、そうですわね。いつまでもどこにでも。ん？本田が戻ってくるまで少しだけ時間がありそうですわね。ラク様、ちょっとだけ私とおしゃべりしてくれませんか？なんだかんだで今日はゆっくりお話しする暇がありませんでしたし。おう、もちろん構わねえよ。今日は助けてもらってばっかだったしな。どんな話をしましょうか。そうですね、こうやって2人でお話できるだけで今日はとっても幸せです。ラク様も。私は平気ですけど、それよりラク様の方が心配です。ほら、ほっぺに擦り傷が。恥ずかしがることありませんのに。ラク様のお肌すべすべですね。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様はなぜ動物に好かれないのでしょう。そんな悲しそうに言わないでください。それにラク様は十分に好かれていますよ、私に。申し訳ありません。ラク様の前であくびなど。決してお話が退屈なわけではないのですよ。ただやはり少し疲れてしまったみたいです。いえ、そんな気にしないでください。愛は見返りを求めないものですわ。でもそういえば一つだけお願いしたいことがあるのですが、聞いてくださいますか？ヒントは「け」で始まるあれです。警察ならいつでも呼べますわ。そうではなくて、もうラク様ったらお分かりなのでしょ？けで始まるあれですよ。そうです、結婚です。さすがはラク様、私の気持ちをよく分かってくださっていますね。
今日のお礼に私との結そんなノリでできるわけねえだろうが。婚を。あら、ラク様はもっとムードがある場所でプロポーズしたいということですか？それなら仕方ありませんわね。今日のところは我慢しておきます。どんだけポジティブなんだお前は。お嬢様、お車の用意ができました。あら、もうですか？残念。もう少しラク様とのお話を楽しみたかったのですが。ああ、そういや、なんで最初から本田さんを呼ばなかったんだ？お前なら本田さんたちに頼めば動物を捕まえるのだってあっという間だっただろ？それはそうなんですけど、言うなればこれは私の単なるわがままですから。わがまま？ラク様のためにできることは全て自分の力でやりたいんです。自分でやらなければ意味がないですから。そういうもんなのか？好きな人のために頑張るっていうのはそういうことなんだと私は思います。その好きな人って俺のことなんだよな。微妙に返答はしづらいけど、こいつのこういうまっすぐなところは素直に尊敬するぜ。それではラク様、本日はこれで失礼しますね。ああ、この礼はまたそのうちにな。もうお礼でしたら結構ですと先ほどから申し上げてますのに。そういうわけにはいかねえよ。これは俺のけじめだ。とりあえず何か困ったことがあったらいつでも俺に言えよ。俺にできる範囲で何とかしてやるからさ。わかりました。ならその時はお願いしますわね。あいつ小野寺にはすっげえ懐いてるからな。小野寺さん呼んでくれば何とかしてくれるはずだ。この後に及んでラク様が小野寺さんを頼るのはなんだか釈然としませんわね。は？何言ってんだよお前。鈍感ですわね。もういいです。小野寺さんがいなくても必ずや私がマルガリータさんを捕まえてみせますわ。ああ、こらむやみに飛び込むな。やっぱり無理ですわ。こっちに来んで。やべえ、このままじゃ立花が。どうすりゃいい。立花、お前の犠牲は無駄にはしない。ってそんなわけにはいかねえだろうが。ラク様、助けてください。立花、今行くぞ。マルガリータさん、なんで俺に向かって口開いてんの？にゃー！最後はさすがに死ぬかと思ったな。生きているのが不思議なくらいですわ。ですが、なんとどんな話をしましょうか。そうですね。私は平気ですけど、それよりラク様の方が心配です。ほら、ほっぺに擦り傷が。そんな釣れないことおっしゃらないでくださいな。そういえば前から不思議だったのですが、ほっぺに擦り傷が。
ラク様のお肌すべすべですね。そういえば前から不思議だったのですが、こうやって2人でお話、むしろ今日の出来事で余計苦手になりそうですわ。ですが安心してください。ラク様と結婚するまでには必ず克服してみせますから。どうしてそう言い切れるのです？私は本気ですよ。そういえば前から不思議だったのですが、必ず克服してみせますから。そんなの今更ですわ。この10年間ラク様に好かれようとずっと努力してきたのですから。そういえば前から不思議だったのですが、困らせてしまいましたか？でも私は本気なんですよ。そういえば前から不思議だったのですが、そうですね、こうやって2人で、このタイミングで別の女の話ですか。ラク様も罪作りな方ですね。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様は、そうですね、こうやって2人でお話できるだけで今日はとっても懐かしいですわ。あの頃もよくこうやって2人でお話ししてましたね。あら？確かラク様は私の存在ごとお忘れになっていたのでは？ごめんなさい、少し意地悪してしまいました。そういえばラク様はほとんどお忘れでしたよね。まあ仕方ありません。それでしたら昔話よりも今のお話をいたしましょう。そういえば前から不思議だったのですが、あの頃もよくこうやって2人でお話ししてましたね。ええ、そうでしたわね。まったく。でもそれでしたら昔話よりも今のお話をいたしましょう。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様は、そういえばラク様はほとんどお忘れでしたよね。まあ仕方ありません。それでしたら昔話よりも今のお話をいたしましょう。そういえば前から不思議だったのですが、こうやって2人でお話できるだけで今日はとっても幸せです。こうやってお話ししている分には平気ですわ。ですがお気遣い感謝いたします。では何だというのです？照れることありませんのに。お優しいですね、ラク様。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様はお話ししている分には平気ですわ。ですがお気遣い感謝いたします。日記をつけたら寝ますわ。え？日記の中身？それはもちろん内緒です。そういえば前から不思議だったのですが、ラクさん、どうしたんですか？黙ってしまって。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様はなぜましょうか？
そうですね。こうやって2人でお話できるだけで今日はとっても幸せです。ラク様も何かおっしゃってくださいませ。ラク様お話ししましょう。何を話したらいいか迷っておいでですか？何でも構いませんわ。ラク様とお話できるなら私それだけでとても嬉しいのですから。そんなに考え込まなくても。そういえば前から不思議だったのですが、ラク様はなぜ動物に好かれないのでしょう？そうですわよね。ごめんなさい、変なこと聞いてしまって。様はなぜ動物に好かれないのでしょう？ラク様を好きにならないだなんて動物さんたちの気が知れませんわ。それは知っておりますわ。動物たちへ向けてるくらいの愛情を私にも向けてくださればよいのに。そんな泣きそうな顔でおっしゃられても。でもあんなに一生懸命世話しているラク様は動物たちが認めていないはずありません。きっと好かれないのには何か外的な理由があるのですわ。そんな泣きそうな顔でおっしゃられても。でもあんなに一生懸命世話しているラク様は動物たちが認めていないはずありません。きっと好かれないのには何か外的な理由があるのですわ。ラク様はなぜ動物に好かれないのでしょう？ごめんなさい、聞いてはいけないことでしたでしょうか。でもあんなに一生懸命世話しているラク様は動物たちが認めていないはずありません。きっと好かれないのには何か外的な理由があるのですわ。やはり少し疲れてしまったみたいです。いえ、そんな、私がしたくてしたことですから。でもそういえば一つだけお願いしたいことがあるのですが、聞いてくださいますか？やはり少し疲れてしまったみたいです。そんなすまなそうな顔をしないでください。私がしたくてしたことですから。でもそういえば「け」で始まるあれです。ラク様ったらお分かりなのでしょ？けで始まるあれですよ。